な名切り師さんがいらっしゃって、そのすっごい上手な名切り師さんが昔の刀の銘をそっくりそのまま切って、そこをちょっと錆びさせて市場に出すっていうことがやっぱりあったみたいです。Can a forgery still be a noble blade? For decades, 15th generation master Kazuki Kawashima has watched two kinds of swords move through Japan's market: real masterpieces and forgeries skilled enough to fool the experts. In this conversation, he explains the rule that exposes almost every fake, the era that flooded Japan with counterfeits, and the surprising reason he refuses to call a fake bad. それでは、一番最初に話した偽物の刀の話でいくつか質問がありまして、はい。日本に偽物の日本刀というのは流通しているものなんでしょうか？してる。日本の市場に。してる。してますか？うん。結構多いですか？いや、どれぐらいの量があるかっていうのは僕はちょっとわからないけれども、はい。昭和50年代ぐらいに刀剣ブームっていうのがあったんですよ。聞いたことがあります。近い過去ではね、その刀剣ブームの時に、めっちゃ器物が作られたっていうことをね、僕、刀剣ブローカーの人に聞いたことがあります。で、現代刀が古い刀の名刀の銘を現代刀匠が入れるんですよ。で、中号を錆びさして、これは古い刀の、何々さんが古い刀の清丸が作った刀だっていうふうに市場にこう出すと、それがもう高く売れる。はい。とか、そういうことがね、昭和50年代の刀剣ブームの時に非常にあったらしいです。で、当時の有名な話として、はい。その当時のある刀鍛冶の方が、すごい上手な刀鍛冶だったらしいんですけれども、ある昔の刀を作りました。で、昔の人の銘を入れました。それが鑑定に出されて、その古い名刀の正真正銘である、本物であるっていう折り紙がついてしまいました。で、その現代刀工は、あの刀は僕が作った刀だよっていうことを告白しました。っていう事件があったらしいです。これは古い刀剣ブローカーの人なんかは結構知っている話、有名な話なんですけれども、そういう感じで、現代刀工が古い刀を、技物として作ったっていう話が、やっぱり近い昔に、結構たくさんそういう事例があったようです。それから古い刀には、銘の切ってない無名の刀なんかもたくさんあります。その無名の刀に、この作品は名刀の作品に似てるから、無名の刀、銘が入ってない刀に銘を入れて、これは昔の刀だっていうふうにして、刀剣ブローカーが高値で売るっていうこともやっぱりあったらしいです。この技物っていうのはもう昔から、江戸時代ぐらいからやっぱりそういうことはあったみたいですね。そうなんですね。その銘の彫り方も、似せてっていうことですよね。そう。めっちゃ勉強して銘を切る人が、鋼の数までこう数えて、コン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 ってこう、金槌で鋼を叩きながら、こう、銘を切っていくんですが、その鋼の数も数えて、もちろんこの書体も合わせて、銘を切ったみたいですね。ですっごい上手な
名切り師さんがいらっしゃって、そのすっごい上手な名切り師さんが昔の刀の銘をそっくりそのまま切って、そこをちょっと錆びさせて市場に出すっていうことがやっぱりあったみたいです。錆だから、はい、だからどれぐらいの経年による錆と、はい。どれぐらいの量がね、経年による、はい、すいません、どうぞどうぞ。はい、経年による、はい、経年による錆と、それから今つけた錆っていうのは、はい、明らかに分かる場合もあります。ただ、錆付けの方法としても、いろんな錆付けがあって、土の中に埋めるとか、それから薬品によって錆をつけるとかっていうのは、いろんな錆の付け方があるみたいです。なので、わからないよ、クロードが見てもわからないような錆付けの方法もあるし、僕が見ても明らかにこれは後錆だろうっていう刀もやっぱりたくさんありますね。そうなんですね。うん。なるほど。それを僕なんかが見ても、これは異物だなっていうのが、僕でもわかるような錆の、変な錆具合の刀っていうのもやっぱりあります。驚きです。そうなんですね。なんかもう、お金儲けのためには何でもやるなっていうのはやっぱりありますよね。すごいですよね。そういう人する人が実際にいるっていうのを考えると怖いですよね。そうですね。そういう考えの人がいるっていうことがもう怖いですけど、で、視聴者が、このチャンネルの視聴者が、新作刀でなんか古い刀買う場合に、偽物の刀かそうでないかというのは、偽物をつかまないためにできる最善の策というか、どうするのが一番いいんでしょうか。どうすればいいんでしょうね。もう勉強するしかないですよね。偽物を掴んで勉強してください。自分で、もう、とんでもない名刀がすごい安い値段で売られていたりします。はい。ほぼほぼそれは偽物だと思います。だから、すごい名刀が格安で売られていたら、それは 100% 偽物だと思った方がいいと思います。なぜなら、もう名刀と言われる名刀は収まるところに収まってるんですよ。はい。で、格安で流通したりすることっていうのはもうまずありません。収まるところに収まるっていうことは、つまり美術館に収まっているとか、いうことですね。なので、流通することはもう、個人が所有しているとか。はい。個人でも本当に名だたる収集家が持っているとか、そういうふうな状態で持っていますので、収まってると。はい。はい。なので、もう、格安で流通することっていうことは、まずないです。名刀が安いから、ヤフオクでこれ落札しようって思って買ったら、ほぼほぼ偽物じゃないかなって思いますね。ありがとうございます。でも、初心者の方は、それも勉強ですので、そこから勉強していってください。わかりました。はい。偽物を掴んでも、そこから自分で見る目を鍛えてっていうことです。はい。ただ一つ言いますよ。はい。はい。偽物である前は、その刀は一生懸命に刀鍛冶が鍛えた刀だと思います。
だから、偽物だから、その刀が本当に悪いっていうことは思わないでください。偽物かもしれない。名としては偽物かもしれないけれども、刀が、その刀が本当に邪悪な剣かどうかっていうことは、それはわからないんです。だって作った人は一生懸命作ってるんだもん。作った人は本当の真心で作っているかもしれない。そしたらその方々が偽物だからまがいもんだからそれはダメだろうっていうのは、作った刀鍛冶の人に対して僕は申し訳ないなってやっぱり思っちゃいますね。なるほど。その後流通しているうちに、偽物の銘が彫られてというパターン。そうです。もあるということですね。はい。なるほど。なるほど。ありがとうございます。At Dream of Japan, we forge the way the masters forged, earnestly, with care in every strike. That is the standard we inherited and the standard we keep. Like, subscribe, and join the newsletter for more interviews like this one with 15th generation swordsmith Kazuki Kawashima.